ひろみの育児チャンネル。皆さんこんばんは、こんにちは。今日もお疲れ様です。ひろみです。こちらのチャンネルは一見目立たないというかわからない発達特性をお持ちのお子さんの育児に、関してですね、私たち親子が実践して良かったことや効果のなかったことや意識していることなどをシェアしていくチャンネルです。もしよろしければチャンネル登録や高評価よろしくお願いいたします。いつも私白いトップスを着てきてたんですけど、なんかスマホで字幕を映すと白文字になって出るんですよね。いつもパソコンでチェックしてたので、パソコンの場合だと背景がちょっと薄い黒、透明、ちょっと半透明の黒色に白文字の字幕が出るので読みやすかったんですけど、スマホだと、ちょっと白のトップスに白字でやばい、読みにくいと思って今日はちょっとネイビーにしてきました。さあ今日はですね、子供の睡眠に関してのお話をしてみたいと思います。睡眠はですね、もう我々も本当に苦労をしてきまして、今でも苦労してるんですけれども、もうなんか、ほとほと入眠、中途覚醒、夜泣き、夜狭症、フルコース、経験したような気がしています。他のご家族の方と比べたわけではないので、もっとね、大変な方もいらっしゃると思うんですけれども、我が家の場合は、どのような睡眠に関する困りごとがあったのか、ということと、比較的今寝てくれるようになってすっごく楽になったんですけども、それは一体何をどうしたからなのかというお話をしてみたいと思います。はい。まずですね、結論から言うと、息子は ADHD と ASD 知的脳遅れなしっていう診断を4歳半の時に受けているんですけれども、その時に言われたのは、発達障害の子っていうのは、睡眠のホルモンが出にくいことも分かってますというふうにお聞きをしました。睡眠のホルモンメラトニンだったかな、メラトニンが出にくいんですと。なのでなかなか眠くもなりにくいし、中途覚醒とかも起きやすいというようなことを言われた記憶があります。で、そこでですね、一番最初に処方されたお薬がメラトベルという、メラトニンのね、名前からもじってなのかなというお薬名なんですけど、入眠をスムーズにしてくれる、なんか睡眠のリズムを整えてくれる、ホルモンと似たような働きをしてくれる、そういうお薬を処方されました。で、今はですね、そちらとデエビゴという、睡眠薬みたいなものですかねっていうのも時々併用をしております。で、ほぼほぼ息子の場合はメラトベルでスーッと寝てくれるので、基本的にはメラトベルのみを使っています。で、現状は、入眠は問題なくなりましたと。だいたい早いと本当に5分ぐらいで寝ますし、長いと20分、30分ぐらいですかね、かかりますが、昔と比べると運転の差というところでかなり楽にはなりました。ただ、今抱えている困りごとは、途中で起きてくると。しかも、ママを明確に求めてくるっていうところで、まだですね、朝から晩まで一度も起きずに寝られるっていうのは、数えるくらいしかありません。というような状態です。ただね、私が隣に寝ていれさえすれば、途中でね、起きるんですよ。なんか私もちょっと夜中、ベッドにはいるんですけど、目が覚めてた時に息子が12時ぐらいにガバッて起きてたんですよね。で、どうするのかなと思ってじーっと黙って見てたら、私がいることを確認してまた寝てました。なので、私が隣に寝てたら朝まで寝るかって言ったらそうではなくて、多分1回や2回起きてるんだと思います。だけど私が隣にいたら安心して寝てるっていう感じで、自分で勝手に再入眠してるっていうところなのかなと思うので、中途覚醒はありますっていうところですかね。はい。っていうのが現状です。で、今からじゃあ過去どういう睡眠状況だったのかっていうのをちょっと年代別に私の覚えている限りお話をします。まず0歳は寝なかったですね。もうちょっと肌と肌が離れただけでヒヤッと起きてキャーってもう本当になんていうのかな、
本当何か爆発するみたいな勢いですごい感触みたいな泣き声で泣いてましたし、赤ちゃんってだいたい朝寝するじゃないですか。朝寝も30分未満で起きちゃうので、なんか全然家事がはかどらないみたいな、休憩もできないみたいな、だいたい20分ぐらいで起きてましたよね。だから1時間なんか買い出しに行きたくても、母親にちょっとお願いして1時間見ててねって、朝寝ちょうどしてるからってバトンタッチしても、もうすぐに起きちゃってずっと泣いてたよって報告を受けるみたいな、その買い物中1時間ずっと泣いてたよっていうくらい、とにかくずっと泣いてました。本当に泣いてました。ただ私が抱っことかしておけば安心して寝ていたので、本当に甘えん坊なのかなぐらいに思ってたんですけど、ちょっとした物音で起きるし、全然寝ないみたいな、そんな感じでしたね。で、夜中も 4,5 回泣いて、もうおっぱいでもう私も眠くてしょうがなくてペロっておっぱい飲ませて一緒に寝るみたいな、そんなこともありましたし、なんかもう常に寝不足でしたね。連続して4時間以上寝れた日が本当におっぱいやめるまでなくって、なんか常に頭がぼーっとしてるみたいな、そんな感じでした。で、1歳の時はおっぱいをやめたので、割と夜長く寝てくれるようにはなったんですけど、夜泣きがやっぱり結構激しくって、もうおっぱいをあげることもできないので、ただただ抱っこしたりするんですけど、本当に泣き止まなくって、それがやっぱり続いた時は本当にもういい加減にしてって叫んでしまったりとか、もう叩きつけたくなっちゃうぐらいの、こっちも寝不足なので気がおかしくなりそうでっていう日もありましたね。で、そういう夜泣きがだんだん夜狂症と言われるような、寝てるんですけど怒ってすごい激しく怒ってるみたいな、泣き叫んでみたいな日も結構あったし、なんかもうしばらく夜は本当にしんどいなっていう数年が続きました。そのギャーっていうのも1回とか2回とかじゃなくて、自分で歩けるようになってからはもうダダダダダって走ってギャーって言って叫びながら私を探しに求めてくるみたいな、そういう感じだったので、夜落ち着いて過ごせるってことはまずなかったですね。なんか夜 YouTube とかでね、なんか寝かしつけ成功夫婦で晩酌とか、なんかナイトルーティーンとか撮ってる動画とか見ると、なんかもう信じられなくて、みんなこんな感じなのみたいな。あとはもうだんだんなんでうちはこんなことができないんだろうとか、こんなこと撮ってる余裕なんかないよとか、ちょっとだんだん自分も怒れてくるというか、なんかネガティブになってくるというか、そういうものに対してにすらなんかネガティブになっちゃうみたいな自分もいましたね。それくらい夜が本当に落ち着かなかったです。で、4歳の時も、同じ感じ、寝かしつけて、やっと寝たと思ったら1時間後にギャーって言って起きてくるみたいな、そんな感じだったんですけど、4歳半で受診をしてメラトベルを処方してもらってからはですね、入眠はすごく短くなりましたし、時々夜まで寝てくれる日もあったりしました。あとはギャーって起きてくる時もあるんですけど、もうね、メラトベルで結構眠かったりするので、眠気と戦いながらよちよちと私のところに来るみたいなところもあったりして、ギャーって言って来ない分、すごく精神的に私たちも楽でですね、4歳半受診してからはすごく睡眠事情っていうのは今までの苦労の20分の1ぐらいになった感覚があります。夜ってこんなに静かなんだとか、こんなに自分の時間ってあるんだとか、感動して泣いてしまいそうなぐらい落ち着いていられるとか、自分の時間を持てる、ストレッチする時間があるとか、ギャーって言われないことへの安心感とか、なんかそういうのがすごく感動だったのはよく覚えています。ただ受診後も薬のおかげですっかり本当に良くなりましたということではなくって、波がありまして、ギャーって起きてくる時もあったし、入眠後1時間で起きちゃう時もあったんですね。で、それを相談したところ、レイビゴというお薬も一緒に飲んでみるといいと言われて、
初めて、いつだったかな、5歳になる前だったと思うんですけど、あまりにもやっぱちょっと最近起きてくるよねと、でイビゴっていういわゆる睡眠薬、すごく飲ませることに抵抗があったんですけど、なんか無理やり寝させるみたいな。メラトベルはなんか睡眠のホルモンと似たような働きをしてくれるっていう風に聞いていたので、確かなんとなく、ホルモンの代わりならっていう感じで服用でさせられたんですけど、なんか私自身も睡眠薬飲んだことがなかったですし、すごくなんか罪悪感でいっぱいだったんですよ。デイビゴ飲ませるとき。でもあまりにも最近起きてくるっていうことで、デイビゴを試したんですね。で、すごくスーって寝たんです。で、それ見たときになんかちょっと私罪悪感でいっぱいになっちゃって、無理やり薬で飲ませて眠らせてしまったみたいな。その寝方もやっぱりなんかいつもの寝方と違って本当にパタッと眠りにつく感じで、すっごくなんか辛かったんです、その姿見るのが。だけど半分ぐらいこれで今日は落ち着いて夜過ごせるかなっていう期待もあったんですけどその日はね、飲ませたのにね、2時間後ぐらいかなで起きてきて、みたいな。だから薬が 100% うちの場合効いてるってわけでもないんですよね。症状は和らぎましたけども、入眠は確実に早くはなりましたね。だけど中途覚醒とか、やっぱり息子は私への執着が強いので、私が隣にいないことへの不安感みたいなものが強いので、そこをやっぱチェックするんでしょうね。どんなに眠くても。で、どんなに眠くってもいなかったら求めに来るっていうのが薬を上回ってるんだと思うんですよね。なんかそんな感じで、今の、状態は続いてるっていう感じです。で、今は、夫が寝かしつける時だけデイビゴをミラトベルに合わせて一緒に飲ませてます。というのも、私と寝たい、私と一緒にいたいっていうのがやっぱ強いので、今日はパパが寝かしつける日だよってもう前々からもうカレンダーに書いて決めてるんですけど、もうギリギリまで粘るんですよね。ママ早く来てねとか、ママお風呂早く入って、ママ僕のところに来てねとか。で、やっぱすごくママを求めるので、ママが準備全部終わらせて、僕が目を閉じていたら来てくれるんじゃないかって期待して、なかなか寝ないんですよ。なのでそういう時はデイビゴを併用してるっていう形になります。それでもやっぱり1週間のうち5日間ぐらいは起きてくるかな。私と夫もワーカーホリックなので、夜の12時、私は12時ぐらいまで仕事をするんですね。で、私も10時とかまで寝れば、息子が起きる前に私もベッドに一緒に入るので起きてくるってことはないんですけど、12時ぐらいだと一回息子が起きる時間を超えてしまうので、ママがいないって言ってくるんですよね。っていうような状況なんです。なので一時期は本当にもう一緒に寝ちゃえばいいやって、もう自分の時間という夢を諦めて、息子と一緒に9時半とかにお布団に入るっていうのをずっと続けてた時期もありました。3歳くらいとか4歳くらいとかっていうのもありましたけど、今はそんな形で薬に頼りながら運用をしております。で、夜泣きとか入眠障害とか中途覚醒に関しては、これが絶対良かったよっていうものが我々はなくてですね、ちょっとまた別の動画にするか今話すかいろいろ試したんですよ。私も妊娠前から夜泣き対応の本とか入眠をスムーズにする、年トレですよね。年トレの本とかをよく読んで準備していたので、割と知識もあったと思っているし、準備もしたと自負してたんです。だけど、いわゆる年トレが全く効かなくって、なんだこれはってもう泣きながらその本を売った記憶があるんですけども、全然ワークしなかったんですよね。で、お医者さんにかかった後もいきなりお薬っていう話では実はなくって、まずは例えば子供がギャーって起きた時に無視をしてくださいって言われたんですよね。要は感触対応と同じで、ギャーって起きてくるお父さんかお母さんが来てくれるって学習させちゃってるんだと。
あなたたちが悪いと、あなたたちがそういうふうに学ばせてしまってて、息子さんは正しく学んでしまってるんですと。なのでギャーって起きてきてもママとパパは来ないよと、意味がないよという態度を取らなきゃいけない。あるいはママのスピーカーとかをお布団のとこに置いといて、起きた時に話しかけてあげて、人はいなくても声で安心させてあげるとか、もう寝室から出れないように鍵をかけて諦めさせるとか、なんかアメリカ式って言うんですか、昔流行ったらしいですし、今アメリカでどうなってるかわからないですけども、子供と親はもう別室で、夜中子供がどんなに泣こうがもう鍵をかけているので出られないようにして諦めさせると。夜は寝る時間だよってもう無理やり覚えさせる感じですよね、みたいなこととか、いろいろと提案されたんです。できる範囲で実践したんですけど、もう全部ダメだったんですよね。なので、ちょっとお薬に頼るっていうことになったんですよね。という、すごくさっくり話しましたけど、我々も何もしなかったわけではなくって、いわゆる育児書に書いてあるようなこととかはしていましたし、例えばその寝る前にデジタルなものを見せないとか、そういうこともしたり、寝る順番っていうんですか、歯磨きをして何とかをして何とかをしたら寝ようねとか、なんか絵本も必ず読むとか、いろいろね試したんですけどね、良いと言われている一般的というんですか、方法は全くワークしませんでした。やっぱり脳の特性なんだろうなっていうふうに私は理解をしていて、もうそこはやっぱりどうアプローチをしようともどうしようもないことなんだっていうふうに最近はもう考えています。はい。っていう感じでですね、結局我が家を助けてくれたのはお薬でした。でやっぱり睡眠がちゃんと取れるようになったことによって良かったことって大きく2つあって、1つは、入眠がすごく早くなったので、その分睡眠時間も 1,2 時間長くなったんですよね。そうすると本人もやっぱりぐっすり眠っているので、翌日のご機嫌にすごく直結をする。今までは入眠に 1,2 時間かかってた上に中途覚醒もあったので、全然熟睡っていう感じではなかったんですよ。それもあって日中の機嫌に出てったのかなと思うんですけど、そのしっかり取れることによって気持ちも安定しやすくなったっていうのは一つあるんじゃないかなとは思っています。あとはですね、やっぱり私たちの余裕が全然違って、入眠 1,2 時間ってなるともう9割私が寝かしつけをしていたので、イライラするんですよね、毎日毎日。まだ寝ない、まだ起きてるみたいな。でイライラしたくないんですけどしてしまって、でもっと矛先が広がって、夫に対して、夫が寝かしつけると永遠に寝ないから私ってなったわけなんですけども、なんでこの人は楽してるんだろうみたいな風に言ってしまったり思ってしまったりっていう、もうなんか負のサイクルがどんどん加速するし広がっていくしっていうことだったんですよ。でかつ寝ないだけじゃなくて起きてくるので、ダメージもすごく大きくって、今日はせめて30分自分の時間が取れたらこれをしたいなって思ってたこともしてる途中でギャーって、またその起き方が強烈なので来るんですよね。なんかそれをがなくなったっていうことはもう本当に天国になった。たとえ途中で起きてきたとしても、そのギャーじゃなくなった分だけもう本当に幸せですし、なんなら可愛いしみたいな、そういう風に本当にガラッと生活が変わったということは非常にありがたかったです。で実は息子が赤ちゃんの時に私がインスタグラムでちょっと夜泣きの件をいろいろと投稿していたら、高校時代のお友達が赤ちゃん用の睡眠薬もあるよって教えてくれたんですよね。なんですけど、まだ当時私は脳がまだできってないから完成してないからだろうとか、そんな風になんか捉えていて、薬に対してもちょっと否定的なところがあったので、情報ありがとうぐらいに留めてしまっていたんですけども、今思うと、そういうものに早くすがってもよかったのかなっていうふうには思いますね。お薬に関してどう思うかっていうのはまた今度別の動画でお話をしたいと思います。
あとは、参考になるかわかんないですけど、夜泣きを、その中途覚醒のギャーをなくす大作戦っていうのもしたことがあるんですけど、失敗に終わったんです。で、それがどんな感じだったかっていうのも、また機会があればお話ししてみたいと思います。はい、夜泣きや中途覚醒、入眠障害でお困りの皆さん、本当に辛いですよね。本当に大変、毎日のことだし、親子ともどもでいろいろなケースを試してもダメだったっていう場合は、やっぱりそこに固執せずにネクストアクションを踏むことが私はとても大事だと思うので、その選択肢の一つにまだ医療機関の受診が未受診である場合には、一つ門を叩くっていうことも選択に入れると、結果生活が楽になり、親も子も楽になるっていうことがあると思いますので、一つの参考になっていれば幸いです。はい、ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。今日も最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でぜひお会いしましょう。おやすみなさい。